皆さんこんにちは。ローファムチャンネルのさきです。前回7月末に2人目男の子を出産しました。今回はその際に産院から支給されたもの、自分で持っていたものを退院準備をしながら紹介したいと思います。1人目出産の時の持ち物と今回のものと変化したところもあるので、そちらも比較しながらご紹介します。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。片付けしながら入院した時に配布された内容も一緒に紹介していきたいと思います。まずこれですね、お産用パッド L サイズと、あと小さいサイズ M サイズもいただきました。で、あとこれですね、母乳パッド、お尻拭き、別にお尻拭きがあるんですけど、このタイプお尻拭きがあるんですが、ウエットティッシュタイプ、亡くなったりとか赤ちゃんがちょっとお尻が荒れたりしたら、このドライタイプコットンでっていうのでもらいました。あと三熟ショーツ、これ2枚入ってました。出産の時に使いましたかね。あとこれですね、赤ちゃんのなんだ急にど忘れしちゃった。おへそについているおへそについてるもの、すいません、出てこない、を入れる箱ですね。はい。あとその他にもちょっと簡易型の骨盤ベルトが一つ入っていました。ちなみにこのゲスタイとハンドソープなんですけど、退院のお祝いにっていうので、病院からいただきました。めっちゃ可愛いこれで、このハンドソープもすごい香りがいいので、嬉しいで使っていきたいと思います。この動画を編集しているのが出産入院して2ヶ月ほど経っているので、記憶をたどりながら思い出しているんですが、私が持っていった陣痛バッグの中身はこんな感じです。ペットボトル用のストローに関しては結局使わなかったです。横になりながら飲めるので便利っていう人もいるんですけど、私の場合はガブガブ飲みたくてキャップを外してそのまま飲んでいました。1人目の時も用意はしていたんですが、今回の出産もストローをつけずに飲んでいました。飲む時は陣痛が引いている時で起き上がる余力があったし、痛みが来ていて横になっている時は飲む気力がなかったので使いませんでした。NST 用ベルトは今回私が利用した産院では妊娠36週妊婦検診の時に配られて、出産まで各地で保管、検診ごとに持ってくるようになっています。1人目の時はそのようなことがなかったので、産院によって違いがあるかなと思います。あと1人目の時は前開きのパジャマを準備してました。出産時は産院で用意してくれた衣類に着替えるんですが、出産した後に着替えて用意したパジャマになったのを覚えています。今回は産院でレンタルできたので準備しなくてよかったです。最後のタオル、ビニールシートは産院に行く前、行く途中で破水した場合、シートの上に敷いて汚さずに済むので、あったら便利かなと思います。私は産院まで送ってくれた父の車にたまたまビニール袋があったので助かりました。今回陣痛バッグは新しく買い直したバッグを使用しました。というのも、今まで長男とお出かけする用のバッグがあったんですが、2人目生まれたら荷物も倍になるので大きめのバッグが必要かなと思ったので買い直しました。こっちの入院バッグ、私は小さめのスーツケースで持ってきたんですけど、こっちも紹介していきたいと思います。こういう風に100均で買った衣類用バッグに入れて持ってきました。これは入院する時の肌着とか、あとショーツですね。で、あとこれは赤ちゃんの退院用のセットですね。どれぐらい必要かっていうのが分からなかったので、念のためにおくるみだったりとか、あと、こういうふうにくるむ用のもの持ってきたんですけど、今もう梅雨明けして暑いからこれは使わないかな。ちょっとクーラーが当たりすぎると体温も下がっちゃうと思うので、その時に念のためにっていうので持ってきました。で、あと赤ちゃん用の肌着と胎児のお洋服ですね。シワシワ1人目の時に使って洗ってそのまま持ってきちゃいました。で、あと帽子も念のため持ってきたんですけど、どうだろう、暑いんじゃないかな。ちょっと
使うかどうかは後ほど考えます。であと今これ着ているんですけど、私の、退院する用の洋服とか肌着類ですね、持ってきました。私1人目の時はすごいオロがたくさん出たのでちょっと多めに持ってきたんですけど、これは自分で準備しました。生理用の、ナプキンですね。頭皮用の夜用で、30センチほどの長さのを選んだんですけど、全然使ってないですね。今回はオロの綺麗に先生が取ってくれたのかな、中を。そこまでオロがひどくなくって、なのであまり使わずに済みました。あとはもうほぼほぼ食べちゃったんですけど、お菓子を持ってきました。これも念のためなんですけど、ちょっとこれ1人目用の使いかけと余って新しいので入り混じってたんですけど、赤ちゃん用のクリームも持ってきたんですけど、これは使わなかったですね。病院で使わせてくれたのでそれを使ってました。そんなもんかな。あんまり持ってきてないんですよね。パジャマもレンタルで1日100円で借りれるし、あと、シャンプーリンスコンディショナー系は病院でも使っていいので、なんかみんなで共有のやつがあったのでそれを使って、ドライヤーもあるし、化粧道具とあとスキンケア用品、あと櫛、ヘアオイルぐらいかな。荷物としてはそこまで多くないかなと思います。はい、陣痛バッグ、入院バッグを紹介させていただきました。最後に1人目の教訓を生かして2人目入院時に心がけたことをお話ししたいと思います。私は1人目の時に反省したことが2つあります。1つ目は産院から配布されるものの量を把握していなかったことです。もちろん配布されるものは確認していたんですが、出産で使用するものって普段の生活で使用しないもので聞き慣れない名前が多いじゃないですか。三熟パンツとか三熟パッド、母乳パッドって妊娠しないと使わないですよね。普段使わないからこそ何がどれだけ必要かわからなくて、プラスで三熟パッドや母乳パッドを自分でも購入して準備してました。ないより手元にある方が安心するし、その時はコロナ禍で面会も禁止、旦那も頻繁に産院に来れないので、亡くなってもすぐに持ってくる人もいないので多めに買ってたんですね。結果三熟パッドは産院からもらったものも余って、自分で持参した生理用ナプキンで足りました。母乳パッドもそもそも私が母乳が出ずに産後3日で粉ミルクに移行したので、産院からいただいたパッドさえも開けずに残りました。なので2人目の出産時には余計な三熟パッドや母乳パッドを減らしました。2つ目の反省点は、出産を経験している身近な人に本当に使ったもの、持っていて役に立ったものを聞くことです。これは1つ目の反省点につながるんですが、やっぱり経験したい人に聞くのが一番だと思います。そして家族や友人など身近に出産を経験した人がいれば、その人の話を聞くのがなおいいかなと思います。というのも、私の場合は知っている人から話を聞く方がよりリアリティを感じてイメージがつきやすかったからです。今回の里帰り出産も義理の姉に話を聞かなければ快適な出産・入院生活を送れなかったです。母乳が出なかった時もおすすめの母乳ケア相談室を教えてもらいました。身近な経験者に聞くってことは大事だなと実感しました。最後に2人目次男で後悔していることもあります。これは入院中にたくさん写真・動画を撮ってあげれなかったことです。長男の生まれたばかりの写真・動画はたくさんあるのに、次男は母子別室ってこともあって少ないんですよね。そして家に帰ったら長男のお世話、家事でバタバタでカメラを向ける時間もない。でも改めて長男の赤ちゃんの頃を見返したら、当時のこの時辛かったなとか、この時期から笑いになったなとか、記憶が蘇ってきました。特に動画はおすすめです。今からでも遅くないと自分に言い聞かせて撮ってあげたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたね。